はい、どうも皆さん、こんにちは。ひでチャンネルです。今回は簡単クロッキーレベル1チャプター2、どんなポーズでも大丈夫、腕を簡単に描くためのシンプルな方法ということでお話ししていきたいと思います。実は簡単クロッキーシリーズのチャプター2、腕を描く方法に関しましては、以前動画で出してはいるんですけど、今回チャプター3の足を描く方法の動画を出すにあたって、動画の統一性を出すために改めて撮り直させていただきました。前回の動画はライブ配信の切り抜きだったことと紙に鉛筆で書いているということもあり、画面が若干見づらかったり説明不足な部分もあったかと思うんですけど、今回改めて撮り直すことでより見やすくわかりやすい動画になったんじゃないかなと思います。内容も新しい情報をたくさん付け加えてより深掘りして解説していますので、簡単クロッキーレベル1チャプター2の動画をすでに見た方もぜひ最後までご覧ください。この動画を見ることで腕を描くときどのように考えればいいのか、シンプルに腕を描くコツが分かっていただけると思います。さらにどんなポーズの腕も描ける方法についてもお話ししていますので、手前に伸ばした腕など難しいポーズで苦戦している方には非常に役立つ内容になっていると思います。簡単クロッキーで全身が描けるようになりたい方、腕を描くときの基本の考え方を知りたい方はぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。ということで、まずは簡単クロッキーレベル1のおさらいからやっていきたいと思います。簡単クロッキーレベル1では、手足は描かずに、まずは頭と胴体部分だけに的を絞って描く練習をしましたよね。おさらいのつもりで一度描いてみましょう。最初に絵を描く大きさの当たりを取ります。今回は上半身だけですので、上が頭の位置、下が股下の位置となります。ここに全体の大きな流れの線、いわゆるアクションラインを描いていきます。この線は正中線や背骨の線ではないので注意してください。次にこの線に頭の大きさの当たりを取ります。7.5 頭身くらいの一般的な人なら上半身を4分割した上4分の1が頭の大きさとなります。6頭身くらいのアニメのキャラクターなら上半身を3分割した上3分の1くらいが頭の大きさとなります。次に肩の傾きと腰の傾きの線を描きます。頭を丸もしくは四角い単純な形で描いて、胸の部分と腰の部分はそれぞれこんな感じの台形の形で描いていきます。そして腰の台形にパンツのラインを足してあげて、そこから足を描いてあげるところまでがレベル1でしたよね。これを土台にキャラクターを書き込んであげると、スムーズにバランスの良いキャラクターが描けるんですよね。上半身の単純化の別パターンとして、胸と腰をつなげて、こんな形で当たりを描く人もいるんですけど、これだと腰をひねったり曲げたりするときに、上半身をどう描いていいのかわからなくなってしまう人も多いと思います。慣れていればこの書き方でも全く問題ないのですが、最初は胸郭の部分、腰の部分とその間の柔らかいお腹の部分に分けて上半身の構造が意識しやすいこの3分割バージョンの方で書くことをお勧めしています。この書き方なら胸郭の台形と骨盤の台形の向きを別々に書いておいて、最後にお腹の線をつないであげればいいので、いろいろなポーズに対応しやすいんですよね。余裕がある人は腕を入れて書いてみましょうといった感じでお話ししましたが、では腕を書き込むときに簡単クロッキーではどのような意識を持って書けばいいのか詳しく掘り下げて見ていきたいと思います。ということで、まずは簡単クロッキーレベル1の素体に実際に腕を書き入れていってみましょう。簡単クロッキーレベル1に腕を入れる場合、胸郭の部分の台形のこの部分から股下の部分を目安にこんな感じで単純な一本線で書いていきます。ここが手首の位置となり、この下に手がつくようになります。手を書く際はこのレベルでは指などの細かい部分は気にせずにこんな感じの大まかな形で書いておけば大丈夫です。これで簡単クロッキーレベル1の手の書き方がわかりましたね。どうです？簡単でしょ？
これだとあまりにも説明が簡単すぎるので、もう少し掘り下げてお話ししていきましょう。実際のリアルな人間の骨格を見た場合、胸郭と腕の付け根の関係はこんな感じになっているんですよね。ここに筋肉を簡単に書き込んでみましょう。まずは腕の筋肉から。腕は主に上腕二頭筋と上腕三頭筋がシルエットを作っているんですけど、前から見た時に上腕二頭筋がこのようについていて、後ろ側の上腕三頭筋のシルエットがこのように見えると思います。次に胸の大きな筋肉、大胸筋は鎖骨の5分の3くらいの位置、胸骨、肋骨の3つの部分から上腕骨に向かってこんな感じでついています。上腕骨の大胸筋のつく部分の少し上からは、体のシルエットを作る広背筋が背中に向かって出ています。そして肩の筋肉、三角筋ですが、前から見た場合、鎖骨の外側3分の1くらいから上腕骨に向かってこんな感じでついています。以前の動画でお話ししたように、簡単クロッキーレベル1の書き方は、この部分をこんな感じの台形に見立てて書いているので、これに腕を足す場合、この台形の端の部分がちょうど上腕骨の付け根あたりだということを意識して書いていきます。次に背中側から見てみましょう。こちら背中側の骨格ですが、これに主な筋肉を書き込んでいってみましょう。まず腕の部分は上腕三頭筋という大きな筋肉がこんな感じで上腕骨についていて、後ろから見た腕のシルエットを作っています。肩甲骨の部分には大円筋、小円筋、極下筋という3つの筋肉が上腕骨に向かってついています。肩甲骨の内側は背骨とつながるように2つの菱形筋という筋肉があります。そして背中の下の方は広背筋という大きな筋肉が上腕骨の前側からこんな感じで背中全体を覆うようにしてついています。この上に僧帽筋が首の付け根からこんな感じでついているんですよね。簡単クロッキーレベル1では後ろから見た時の背中の形をこんな感じの単純な台形の形で考えますので、腕を描く場合、上腕骨の付け根のこの部分から腕を描くようにしています。この単純な一本線で描かれた腕ですが、描くときに注意してほしいことがあるんです。それは何かと言いますと、比率なんですよね。人間の腕の長さは個人差はありますが、体に対して割合が大体決まっているんですよね。ですので、比率を意識しないで気の向くままに描いたりしていると、やたら腕が長い人になってしまったり、肘の位置がおかしかったりと、せっかくの絵が台無しになってしまう可能性があるんです。ですので、細かいディテールにこだわる前に腕の比率をしっかり覚えておきましょう。では、まずは腕の長さから見ていきましょう。腕は肩のこの部分から始まって、腰の一番出っ張っているこの部分までの長さになるのが一般的かと思います。キャラクターによってはデザイン上腕の長さを長く見せた方がかっこいい場合もありますので、必ずしもこの比率を守らなくてはいけないというわけではありませんが、普通の人であればこの比率で書くのが良いかと思います。そしてこの下に手がつくのですが、手の大きさの理想はだいたい顎先からおでこのあたりまでなんて言われていますけど、これも描きたいキャラクターのデザインによって手を大きめに描いてみたり、逆に可愛らしく見せるために手を小さく描いたりすることもありだと思います。簡単クロッキーレベル1では指など細かい部分に気を取られずに単純な形で描いていきましょう。あとは肘の位置ですが、肘は腕の付け根から手首までの長さの半分の位置が基準となります。ここを基準に腕が曲がると覚えておいてください。ここで腕を描くときによくある2つの間違いと、どんなポーズでも描ける腕を描くときの重要ポイントをご紹介したいと思います。力を抜いて腕を下ろしているとき、よくこんな感じのまっすぐで直線的な腕を描いちゃう人がいるんですけど、これ実は間違っているんです。人間が自然に腕を下ろした場合、ちょっと曲がっている方がより自然に見えるんですよね。手の指なんかも力を抜いているときは少し曲がっていると思うんですけど、なぜそうなるかというと、
人間の筋肉は伸ばす筋肉と曲げる筋肉の2つが必ずセットになってついていて、まっすぐに伸びている状態っていうのは、実は伸ばす方の筋肉に力が入ってしまっている状態なんですよね。ですので、直線的に描いてしまうと絵に緊張感が出てしまうということになるんです。力を抜いた自然なポーズを描きたい場合は、伸ばす筋肉、曲げる筋肉の両方が働いていないちょっと曲がった状態で描くとそれっぽく見えると思います。もう一つ、人を正面から見て手のひらが見える状態なのに腕をこんな感じで描いてしまう人がいますが、これも実は間違いなんです。手のひらが見える場合、腕の構造上の問題で肘から下は必ず外側に開くようになるんですよね。試しに手のひらを前に向けた状態で腕を伸ばしたまま手を腰に当ててみてください。かなりきつく感じるのではないでしょうか。ですので、手のひらを正面に向けた場合は、腕は肘から先が外側に向かうように描くということを覚えておいてください。そして腕を描くときのポイントとして、腕は肩の付け根側から描くのではなく、先に手がどこに来るのかを描いておくことが重要なんですよね。例えば、腕を手前に伸ばしているポーズを描こうと思ったとき、腕の付け根の肩の部分から描き始めると、腕をどう描いていったらいいのかよくわからなくなってしまうなんていうことがあると思うんですよね。ですので、ゴールとなる手の位置を先に決めておいて、その間をつなぐように腕を描いてあげると、どんなポーズの腕でも簡単に描けちゃうんですよね。手の位置に関しては、腕を伸ばして回せる範囲なら、どこに配置しても描くことができますので、いろいろなポーズを描きたいけど、腕を思った位置にうまくコントロールできないで悩んでいる人は、ぜひ手の位置を先に決めてから腕を描くようにしてみてください。次回後編の動画では、実際に簡単クロッキーレベル1の描き方で腕まで含めたいろいろなポーズを描いていってみましょう。今回の動画が良かったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。また、ライブ配信で描いた絵をまとめた本をブースにて販売しております。配信で描いた絵を下書きと合わせてもっとじっくり見たい方はもちろん、ポーズの参考、模写の題材として使いたい人にもおすすめとなっています。早期購入特典としてクリップスタジオ形式のデータもダウンロードできちゃいますので、興味がある方は概要欄のリンクからお早めにどうぞ。あとはオンラインサロンでも絵の講習会をやっていますので、もっと絵が上手くなりたい方、お絵描き仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。